片桐さん、アメリカジュニアってどんなチームなんですか？じゃあ今度は日本、アメリカ、ヨーロッパ3カ国対抗戦になるわけですね。片桐さん、これはどういうことなんです？みんなも知っているように、日本ジュニア対ヨーロッパジュニアの試合開催地は第1回がパリ、昨年は東京で行われた。そして今回の開催地を検討していたところ、中立国であるアメリカが開催国として立候補してきたんだ。アメリカで試合するわけか。そして同時にアメリカジュニアも我々の戦いに参加したいと申し出てきた。いや、アメリカだけじゃない。噂を聞いたブラジル、アルゼンチンなど南米勢も南米ジュニアを結成し参加を要請してきた。そして全日本としてはそれを受けるつもりだ。やったー。そうですよ。標的が多ければ多いほどこっちも燃えてきます。やりましょう、片桐さん。4カ国対抗。いや、これは事実上の世界決戦。ジュニアワールドカップだ。なあみんな、受けて立とうぜ、ジュニアワールドカップ。おう、そうだ、やろうぜ。ジュニアワールドカップだ。久しぶりだな、翼。シュナイダー、お互い優勝を目指して頑張ろう。あ、それはそうと南米ジュニアがまだのようだが。来なけりゃ来ないで構うもんか。どうせ優勝するのは俺たちなんだからな。アメリカジュニアキャプテンシルベスター・ルーク。抽選に入りたいと思うんですが、何分南米ジュニアの到着が遅れていますので、今しばらくお待ちください。どうせおじけづいて危険でもする気じゃねえのか。面倒だ、俺から引かせてもらうぜ。ああ、君ちょっと。何？へへ、イエーイ。俺はファンディアス、南米ジュニア代表として来てやったぜ。貴様。これが俺たち南米のラッキーカードってわけか。俺たちとアメリカジュニア。俺たちは南米か。へ、どこと当たろうと同じこと。優勝するのは俺たちなんだからな。ただ俺たちの監督は日本とやりたがってたぜ。さて、ここロサンゼルスオリンピックメモリアルスタジアムは間もなく始まろうとする世紀の一戦、夢のジュニアワールドカップの開幕を待ちかねるファンでぎっしり埋め尽くされ、早くも盛んな声援が飛び交っています。本日の試合はすでに抽選によって第1試合が日本ジュニア対アメリカジュニア、そして第2試合がヨーロッパジュニア対南米ジュニアと決まっています。果たして明日行われる優勝決定戦決勝はどのような顔ぶれになるのでしょうか。さあ、いよいよ始まります。注目の第1試合。行くぞみんな。さあ、翼くんを中心にアメリカ陣内に切り込んでいきます日本ジュニア。みんな、アメリカサッカーがどんなものか思い知らせてやれ。さあ、アメリカジュニア果たしてどんなプレーを見せるか。これはアメリカジュニア、もうすぐブロック。なんとジトウ君も吹き飛ばされた。さあ、今度は柏原君がいくぞ。くそ、ボールは渡さんぜ。これは反則スレスレのラフプレー。開始早々アメリカジュニアの凄まじいパワーサッカーの嵐がフィールドに吹き荒れています。
若島津、1点でも取られたら俺と交代の約束だぜ。分かっている。見てろ若林、俺がいる限り1点もゴールは許さん。さあアメリカジュニアパスをつないでいきます。そしてボールはキャプテンシルベスター・ルーク君に渡った。これはアメリカ速攻です。地元監修の大声援を背にルーク君、おっとこれは早くもシュート体勢に入った。日本ジュニア松山君伊沢君がブロックに行く。終わった。これはものすごい威力で日本ゴールへ一直線。そして日本ゴールを守るのはこの人、ご存知空手キーパー若島津君。さあ若島津君飛び出した。ナイスセーブ。おっとしかし若島津君ボールの威力に押されてゴールに押し込まれていく。しかし耐えた。何？得意の空手技。おっとリバウンドボールをフォローしたホワイト君、これはボール逆隅をついたシュート。出た。若島津君18番の三角蹴り。ガッチリキャッチ。そんな。東洋の神秘若島津君のこの空手プレーにアメリカジュニアそして地元監修も一瞬声をなくしています。そう。よし。さあボールは美咲君へ。しかしアメリカジュニアも向かっていきます。来いアメリカ。美咲君の見事なフェイント。これはさすがにパワーを誇るアメリカジュニアディフェンダー陣も全く通用しません。日本ジュニアの至宝美咲君の華麗なボールコントロール。そうなんだ。君が示してくれている通り、サッカーは力だけじゃない。翼くん。そして美咲君からボールは翼君に。これが日本の本来の必勝パターン。そいつは俺が叩き潰してやるぜ。さあアメリカジュニアキャプテンシルベスター・ルーク君が翼君に襲いかかります。おっと翼君これはうまい。フィールで浮かした絶妙のフェイント。そしてそのままシュートに行くぞ。いけー。ドライブシュート。あのシュートはボールは真っ逆さまに落ちていく。決まったゴール。待望の先取点は日本ジュニア。しかもそれは翼くんの海外戦初のドライブシュートでした。さあ先ほどの選手権で硬さが取れたが日本ジュニアどうやら本来の動きに戻ってきました。さあまたもボールはゴールデンコンビに渡った。そしてやはりフィニッシュは日本のエース翼くん。日向君。おっと翼くんシュートをトライする。ボールは日向くんへ。いけタイガーショット。出たタイガーショット。決まったゴール。日本ジュニア2点目。さあ後半に入っても日本ジュニアの攻勢の火の手は一向に収まりそうもありません。再びアメリカ陣内に攻め込んでいきます。翼くん美咲くんのゴールデンコンビ。お前にシュートはさせん。おっと翼くん今度は松山くんにパスを送った。松山君。そしてこのボールを松山くん渾身の力を込めてシュートに持っていく。決まったゴール3点目。おっとここで試合終了のホイッスル。日本ジュニア3対0アメリカジュニアを難なく下しました。やったんだ。松山君。藤沢。藤沢。さあ今度は俺たちの番だぜ。行くぞみんな。はーい。さあ夢のジュニアワールドカップ準決勝第2試合ヨーロッパジュニア対南米ジュニアの一戦が間もなく始まろうとしています。果たして明日日本ジュニアと決勝戦で戦うのはヨーロッパか南米か。いよいよだな。それにしても南米ってどんな連中なんだ？は？おい翼、俺まさか夢見てんじゃねえよな。南米ベンチを見てみろよ。何？翼くん。
ロベルト。さあ第2試合ヨーロッパジュニア対南米ジュニアの試合開始です。ロベルト、本当にロベルトだよね。さてこの一戦、戦前の予想では1点をめぐる好ゲームになるかと思われましたが、なんと前半から激しいゴールの応酬となりました。それではここで前半のハイライトシーンを振り返ってみましょう。まず前半3分、ヨーロッパジュニアのエースストライカー皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君が先制のゴールを奪えば、今度はアルゼンチンのマラドーナ2世の異名を取る南米ジュニアファン・ディアス君がすかさず同点ゴールを決め、そして前半15分、これもヨーロッパジュニアのエースエルシド・ピエール君が再び2対1とリードを奪うシュートを決めました。しかし前半終了間際にはウルグアイの得点王南米ジュニアラモン・ビクトリーノ君のゴールで2対2の同点に追いつくという、文字通り追いつを割れつの白熱のデッドヒートと化した前半戦の攻防でした。そして後半も激しいボールの奪い合いが続いています。シュナイダーたちから2点も取るなんて。さすが南米だけのことはあるぜ。しかし後半両チームなかなか得点できません。いつまで遊んでるつもりだあいつら。サンターナ、お前が出てスカッと決めてくれよ。どうしますか監督。いや、お前が出ていくまでもないだろう。さて両チーム互角のうちに試合時間は刻一刻と過ぎ去っていきます。これはどちらが勝っても全くおかしくないゲーム展開となってきました。さあ残り時間あと1分を切ったところでヨーロッパジュニアエースシュナイダー君にボールが渡った。これが最後のチャンス、絶対に決める。おっとキーパーゴンザレス君飛び出した。これはギャンブル。しかし一瞬早くクリア。さあ南米ジュニア、これはカウンターアタック。頼む、防いでくれヘフラー。さあディアス君ジャンプ出た。バイシクルステップ、お前のキック。キーパーヘフラー君取れるか。このタイミングなら取れる。行くぜウルグアイの得点王さんよ。おっとディアス君、これはシュートではない、パスだ。もらった。ヘフラー君完全に逆をつかれた。決まった。ゴール3対2。そして試合終了。準決勝第2試合、南米ジュニア対ヨーロッパジュニア、大波乱が起きました。3対2、勝ったのは南米ジュニア。ヨーロッパジュニアまさかの敗退です。これで明日の決勝戦の組み合わせはすでにアメリカジュニアを下した日本ジュニア対南米ジュニアと決定しました。ヨーロッパが負けるなんて。ロベルト。みんなも特に翼は今日のことでかなりショックを受けたことと思う。明日我々と戦う南米ジュニア監督がロベルト本郷とは正直言って私も驚いている。今関係者の人たちから話を聞いてきた。3年前ロベルトはブラジルに帰国した後、少年サッカークラブの監督に推薦された。自分の育てたチームをブラジル国内のジュニア選手権で連続優勝させたんだ。その実績が認められて今回南米ジュニアの結成と同時に監督として抜擢されたらしい。そしてもう一つ、この選手カルロス・サンターナだ。今日ロベルトの隣にいた選手。サンターナはブラジルチームのエースストライカーだ。多彩なテクニックに加え強靭な足腰、バネ、そして何よりもその冷静なプレーはサッカーサイボーグの異名を持つほどだ。サッカーサイボーグヨーロッパを破ったメンバーに加えてまだそんな選手がいたのか。ってことは明日は必ず出てくるな。まず間違いないだろそれにしてもサンターナという選手、ロベルト本郷という翼と同じ育ての親を持ちながら全く別のタイプの選手らしいな。カルロス・サンターナ、一体どんな選手なんだ。明日はいよいよ大空翼と対決ですね。じゃあ明日。
サンターナ、一言言っておかなければならないことがある。この試合に勝てば世界一だ。全世界が注目しているこの試合、俺たちは必ず勝つ。さあ、いよいよ待ちに待った史上初夢のジュニアワールドカップ優勝決定戦が間もなく始まろうとしています。果たして初の世界一の座につくのは日本ジュニアか、はたまた南米ジュニアか。この試合、なんといっても注目されるのは日本ジュニアのエース翼くんと、その育ての親とも言うべきロベルト本郷が監督として率いる南米ジュニアとのまさに皮肉な巡り合わせによる師弟対決と言っていいでしょう。翼先輩、私がついてますからね。負けたら俺が勝ちだからな。翼くん、今何を考えてるんだろう。あんなに大好きだったロベルトが今は敵チームの監督だなんて。そして今日の優勝決定戦に満を持してスタメン出場してきたサッカーサイボーグの異名を持つカルロス・サンターナ選手。彼も翼くん同様、ロベルト監督自らがブラジルで育てた選手なのです。つまりこの戦いは翼くん対サンターナくん、ロベルト監督の愛弟子同士の戦いとも言えるのです。この男が監督の言っていたサッカーの天才、大空翼。サンターナ、しまっていこうぜ翼、みんな。さあ、ホイッスルと同時に今日はスタメン出場の日本ジュニア正ゴールキーパー若林くんの激を受け、センタースポットから発進します日本ジュニアキャプテン大空翼くん。ロベルト、もし俺のことを忘れてしまったのなら俺のこのプレーを見て思い出してくれ。あれが翼か。さすが監督が日本で育てた選手だ。日本ジュニア翼くん美咲くんのゴールデンコンビを中心に南米陣内に攻め込んでいきます。さあ、ここは澤田くんと美咲くんとのコンビプレー、壁を使ったワンツーリターンでしょう。さあ、ゴール前には日向くんが上がっていくぞ。日向さん、澤田くん、日向くんへ送った。このボールもらった。さすが南米ジュニアもしぶとい。昨日決勝ゴールを決めたビクトリーノくんがここまで戻って日向くんをぴったりマーク。さあ、2人の激突だ。両者全くの互角。くそ、今みたいなキックにお目にかかったのは本当に久しぶりだぜ。さあ、このボールの落下点を素早く読んだサンターナ君、ナイスフォロー。そしてディアス君へ正確なパス。そのディアス君にソーダ君、ジトー君がブロックにいった。行くぜジトー。おう、ここは一歩も通さんかい。ボールコントロールには定評のあるディアス君、2人のブロックをどうかわすか。ほらおいでおいで。くそ、なんやこいつ。これは素晴らしいテクニック、個人技。南米サッカーの金人です。まるで遊んでいるかのようなディアス君のプレーにスタンドの観衆も大喜びです。俺たちが負けたのもあの自由で伸び伸びしたペースに自分のサッカーを忘れてしまったからかもしれない。
いつまでやってんだ。ゴールは向こうだぜ、ディアス。それもそうだ。あらやった。素晴らしいテクニック、ディアス君。さあ日本ジュニアは美咲君がいったぞ。美咲君、ざまみろってんだ。華麗なテクニック、ボールコントロールではもともと定評のある美咲君。個人技では決して南米ジュニアに引けを取らないところを見せてくれます。まるで足に吸い付くような見事なドリブル。しかしこれはいくら美咲君といっても持ちすぎでしょう。美咲君、無理はするな。パスを回せ。そうです、美咲君、翼君の指示通り無理をせずパスを回していきます。これが日本ジュニア本来のコンビネーションプレー。この辺りエースストライカーであると同時にゲームメーカーでもあるミッドフィルダー翼君ならではの好判断。さあボールは松山君から澤田君へ。澤田君といえば東方コンビ日向君。来いたけし。日向さん、これはラストパス。よしもらった。さあこれは日向君対南米ジュニアゴールキーパーゴンザレス君との一騎打ちだ。この試合序盤戦最大の山場を迎えました。でなタイガーショット。おわっと取った。頼むゴンザレス。ゴンザレス君真正面からガッチリキャッチ。しかし体をどいてそのままゴールへ。よしいった。日本ジュニア制してんか。制してんだ。うわっと止まった。さすが南米ナンバーワンキーパーゴンザレス君。日向君の渾身のタイガーショットを見事防ぎ切りました。今のシュート、波のキーパーならボールごとネットまで吹っ飛んでるぜ。さあ前半も中盤を迎え、両チームの動きが活発になってきました。翼くんを中心としたチーム力、コンビネーションプレーの日本ジュニアに対し、個人技でのびのびと攻める南米ジュニア。いけスタロー。ビクトリーの一打。おっとダメです。慈瞳君佐野君の平戸コンビも通用しません。しかし今のこのパス、普通の相手だったら難なく通っているはずです。やはりテクニックではサンターナ君の方が1枚も2枚も上です。この辺りまだ目立った動きはないものの、その正確な読みとパスコントロールは無視できません。このチーム、決して個人技だけのチームじゃない。サンターナによってボールをきっちりと攻撃の主力であるビクトリーノ、ディアスの2人に集めている。さあビクトリーノ君とディアス君が上がってくる。ビクトリーノ君横へった。これはディアス君へパス。選手でも俺たちだ。で取った。ナイスダイビングキャッチ。ナイスキャッチ、若林君。日本だけではなく留学先の西ドイツでもその名を知られた名ゴールキーパー若林君。南米ジュニア選手権のチャンスを逸しました。くそ、決まったと思ったのに。若林、すごいキーパーだ。それみんな。さあ前半も終盤に入り、ますます熾烈な攻防が続いています。しかし両チーム全く互角、互いに一歩も譲りません。南米ジュニアも果敢にシュートに行くものの、日本ジュニアの守護神若林君の完璧なセービングにことごとく防がれています。いよいよ前半戦も残すところあとわずか。どうやら両チーム0対0のまま後半に折り返しそうな気配です。さあ日本ジュニア、どうやらこれが前半戦最後の攻撃になりそうです。そこだ、新田。さあボールは翼くんから新田君へ。サンターナ。これは翼くんの見事なパスコントロール。新田君へぴったりやっている。胸でワントラップ。さあここからどうするか。おわっとこれはサンターナ。ついに動き出したか。絶対に倒産隊。
なんと新田君がワントラップしたボールを一瞬のうちに奪い去りました。そうです、この選手がサンターナ君です。一人で相手ディフェンダーを抜いていきます。ご覧ください、この冷静なドリブル、そして正確無比なボールコントロール、さすがサッカーサイボーグの異名を持つ選手です。南米ジュニアにまだこんな選手がいたとは。そして迎え撃つのはこの人、もちろん日本のエース大空翼君。さあ翼君対サンターナ君の一騎打ちになりました。この2人の育ての親、南米ジュニアロベルト本郷監督も静かにこの対決を見守っています。しかし前半残り時間は1分を切っています。おっと一瞬の隙をついたサンターナ君が翼君を振り切った。いやしかし翼君のスライディングタックルで食い下がる。おっとサンターナ君ジャンプしてかわして、そしてゴール前のビクトリーの上センタリング。シュートナイスセーブ。南米ジュニア選手権の惜しいチャンスを逸しました。何？おっと若林君の弾いたボールをサンターナ君がこれはシュートに持っていくぞ。おっとこれはこのシュートはまさか。ドライブシュート、若林君。若林ボールは真っ逆さまで押していく。若林君ジャンプ取れるか。わっとまだ決まったゴール。1対0。先取点は南米ジュニア。いやーそれにしても驚きました。翼君以外にもドライブシュートを打てる選手がいたのです。さすがの若林君も崩れた体勢からではこのシュート防げませんでした。おっとここで前半終了のホイッスル。南米ジュニアまさに貴重な先取点を挙げ前半を折り返します。それにしても序盤戦はゲームメーカーに徹していたサンターナ君、終了間際満を持していたように攻撃の先頭に立ち、エースストライカーとしても素晴らしいシュートを見せてくれました。しかもそれはなんと翼君の18番ドライブシュートでした。まだ前半が終わったばかりだ。負けたわけではない。後半に全力を尽くすのだ。若島津、前の約束通り交代だ。え？このまま引き下がるのか。このままおめおめと引き下がるのかと聞いているんだ。お前がそんなやつだったとは見損なったぜ若林。若島津、今のシュートあの体勢では俺だって防げたかどうかわからん。いや防げなかったろ。サンターナはお前の体勢を崩すためにわざと先にビクトリーノにシュートを打たせたのかもしれん。とにかくサンターナという男、恐るべき選手であることは間違いない。だからといって逃げるのか。後半も行けよ若林。その代わりもう1点取られたら今度は俺が行かせてもらうからな。それにしても翼以外にドライブシュートを打てるやつがいたなんて。サンターナはロベルト本郷が育てた選手だ。ロベルトが彼にもドライブシュートを教えていたとしても少しも不思議じゃない。ロベルト。それにロベルト本郷は日本にいた頃、翼だけじゃなく三崎や源三、それに小次郎らのプレーも見ている。つまり今の日本ジュニア主力メンバーの弱点も知っている。我々の敵はサンターナだけじゃない。ロベルト本郷もその一人なんだ。でもあのロベルトが本当に俺たちにサッカーを教えてくれたロベルト本能なのか。ほらボールは友達なんだ。監督の言ってた通り日本ジュニアもすごいけど俺たちには勝てないさ。ああ、
この調子で後半もバッチリ行こうぜみんな。よサンターナ、お前のドライブシュートさすがだな。後半もよろしく頼むぜ。さあいよいよ注目の後半戦が始まります。1点リードされた日本ジュニア、この後半どのような反撃を見せてくれるか。南米ジュニアドリブルからパスをつないで日本陣内へ攻め込んでいきます。おっと翼君、このパスをカット。行くぞみんな。サンターナ、今度こそお前のドライブシュート絶対に取ってみせるぞ。さあ翼君がドリブルで上がっていきます。1点のリードなんてへでもねえぜ。頑張れ日本ジュニア。翼君の華麗なボールコントロール、南米ディフェンダーのスライディングタックルを難なくかわして再びドリブルに入ります。そして状況判断ルックアップ。おっとビクトリーノ君スライディングタックルにいった。これはうまい。翼君松山君へバックパス。さあパスワークを使って攻め上がる日本ジュニア。しかし南米ジュニア早め早めのチャージで日本のパスワークを止めにかかります。それにしても日本ジュニアボールキープはするものの、やはり1点を先取された焦りかボールコントロールが甘く思うようにパスがつながりません。さあなんとかシュートチャンスに持っていきたい日本ジュニア。それには何としても翼君美咲君のゴールデンコンビ、そして日浦君につなぎたいところです。児童さん頼みます。さあ日本ジュニアは佐野君児童君の九州平戸コンビで中盤を作っていきます。しまった。おっと児童君ミスキック。よしもらった。さあ児童君のミスキックをすかさずビクトリーノ君がフォロー。よしチャンスだ。南米ジュニアの見事なパスワーク、この辺り個人技だけではありません。コンビプレーにも素晴らしいものがあります。さあ新田君アタックにいった。しかし安君これを難なくかわしてそのままドリブル、そしてルックアップ。さあ前方にはエースサンターナ君が走ってるぞ。それサンターナ。さあディアス君大きく前方のサンターナ君をフィード。あいつにシュートを打たせるな。南米ジュニアのポイントゲッターはやはりあの男サンターナ。さあボールの落下点に向かうサンターナ君を日本ジュニアディフェンダーが取り囲んだ。ボールを渡さん。渡さない。あとブロックに飛んだ日本ジュニアディフェンダーソーラ君松山君のヘッドより高く空中でボールをトラップしたサンターナ君、そして着地するや目にも止まらぬ速さでドリブルに入った。このジャンプ力スピードそしてテクニック、まさにサッカーをするために生み出されたサッカー細胞。俺のサッカーはゲームや遊びじゃないんだ。ブラジルのスラム街で育った俺にとってサッカーは貧しい親兄弟を養っていくためにたった一つ残された道だ。そして俺は将来一流のプロ選手になってこのどん底の暮らしから這い上がってみせると誓った。そしてそのためには勝つことこそ全て、勝利こそ全てだ。さあそのサンターナ君に翼君が向かっていきます。翼君対サンターナ君、今日2度目の一騎打ちです。これは前の対決と全く同じ展開になった。無駄なことだ。サンターナ君翼君のスライディングタックルを難なくかわしました。何。おっと翼君伸ばした足を軸にして空中のサンターナ君を追撃。なんとボールを奪い返した。今度の対決は翼君の勝ち。そんなバカな。よし翼にボールが当たった。さあ翼君のスピードに乗った軽快なドリブル、やはりこの人が中心にならなければ日本ジュニアの反撃は考えられません。カルロス・サンターナ、確かにすごい選手だ。でも本当にロベルトが育てた選手なんだろうか。何よりも俺たちにサッカーの楽しさを教えてくれたロベルトなのに、サンターナは少しもサッカーを楽しんでいないみたいだ。ロベルトは変わってしまったのか。そうだ、今のロベルトがどうかあろうと、俺はあの頃の俺の知ってるロベルトの教えてくれたサッカーをやるんだ。
何よりも楽しくて、そして俺にこんなに大勢の仲間を作ってくれたサッカーを。さあその翼君に南米ジュニアディフェンダー3人がブロックに行きます。おっと翼君南米ジュニアディフェンダーの激しいブロックにもかかわらず笑みさえ浮かべてこれをかわしていきます。まるでサッカーを楽しんでいるように見えます。サッカーは遊びじゃない、真剣勝負だ。さあ南米ゴール前に迫った翼君、ここは強引にシュートに乗っていくか。後方からはサンターナ君が迫ってきた。翼さん、いった、いけ。おっと翼君シュートに行かない。センタリング、ボールは新田君へ。俺も日本ジュニアのフォワードなんだ。このボール決めてみせる。そして新田君18番のノートラップランニングボールへ速さシュート。さあボールはゴールめがけてぐるぐる伸びる。入るか。入ってくれ、頼む。ゴンザレス君ジャンプ、それから決まったか。おっと惜しい。ボールはゴールポストに当たって大きく後方にそれました。さあそれにしても惜しかった新田君。すみません。いや、今のシュートは素晴らしかったよ。もう少しだ、新田。翼さん。しかし翼、このままじゃ南米ジュニアに逃げ切られてしまうぞ。いや、それどころかサンターナは明らかに追加点番狙ってきとるたい。くそ、どうすりゃいいんだ。今までのままでいいんだよ、みんな。翼。ただ今のみんなはボールと仲良くしていないように見える。ボールと仲良く、ボールは友達。そうだね、翼くん。うん、ボールは友達。それが今でも俺たちのサッカーの基本なんだ。俺たちのサッカーができれば絶対に勝てる。さあ後半戦も半ば、1点のリードを追う日本ジュニアに対し南米ジュニアも実力が伯仲するだけに油断はできません。ぜひともこの辺で追加点が欲しいところです。さあゴンザレス君のゴールキックから試合再開。さあこのボール、もちろん南米ジュニアサンターナ君へつないでいくでしょう。こっちだ。それサンターナ。おっと日本ジュニア新田君がこれを読んでパスカット。ナイス。しかしキープできない。ビクトリーノ君も必死にフォロー。ボールは渡さん。くそ。おっと新田君も諦めない。さあどっちのボールになるか。ここで日本ジュニアに出ればこれは願ってもないチャンスになる。翼さん、僕の友達をお願いします。さあボールは翼君に渡った。よっしゃ。ボールは友達や。ワイド出し子を頼むで。よし、来た。そう、あいつら止めるんだ。さあコントロールタワー翼君を中心に流れるような見事なコンビネーションプレー。そうだ、その調子だ、みんな。見ろよ、1点リードされているくせに日本ジュニアの方がまるで生き生きしてきたぜ。さあ日本ジュニア南米ゴール前に上がってきました。そして最後はやはりこの2人、翼君美咲君のゴールデンコンビのプレーに期待しましょう。しかし南米ジュニアもしぶとい。美咲君にはディアス君、翼君にはサンターナ君がぴったりマーク。ディアス君強烈なショルダーチャージ。おっとうまい美咲君、これをかわした。これは血を這うような低いセンタリング。センタリングもらった。しかしボールの弾道を読んだサンターナ君がジャストタイミングでカットにいっている。何。おっとこのボールがホープした。ナイス、美咲くん。サンターナ君懸命のジャンプ。あっと待って届かない。さあそしてボールは翼君に渡った。翼。いけ、俺たちの友達。ゴンザレス君ジャンプ横っ飛び届くか。ゴンザレス。うわっとどうだ。決まった。ゴール。日本ジュニア同点。ナイスだ、翼、美咲。同点ゴールを決めた日本のエース翼君も見事でしたが、その名パートナー美咲君のボールに強烈なバックスピンを与えてホップさせたセンターリングも見逃せません。ナイスアシスト美咲君。いった。ナイスファイトだったぜ。日向さん。よーし、いよいよ次は逆転だい。
いけるな美杉。はい。ジュン。バカな、こんなはずが。サンターナ、昨日お前に言った翼の、そして日本ジュニアの強さの秘密はまさにここなんだ。翼にあってお前にないもの、それをお前自身の目でじっくり確かめるがいい。さあ試合再開。後半16分、翼くんを中心にチームが一丸となって攻め、ついに同点に追いついた日本ジュニア。ここでいよいよ日本ベンチは伊沢くんに代わってフィールドの貴公子美杉くんを投入してきました。これによって一層攻守に厚みが増してくるでしょう。さあ一方南米ジュニア、この追い上げムードをなんとか跳ね返したいところです。それサンターナ。さあビクトリーノ君、早くもサンターナ君にボールを送った。そうだ、いった。サンターナ奪った。しかしこれはちょっと強引すぎるロングパスです。沢田君、新田君がぴったりとマークにつく。これではサンターナ君でもトラップは無理でしょう。おっと、これはどうしたサンターナ君、ボールの落下点まで行かず立ち止まった。そしてジャンプ、なんと空中でトラップ、そしてそのままドリブルに入った。日本ジュニアディフェンダー必死に寄っていく。みんな守れ。さあサンターナ君一人で日本ゴールに攻め込んでいきます。そして日本ゴールを守るのは日本ジュニア正ゴールキーパー若林源三。さあ原口、九州、平戸コンビ、佐野君、慈瞳君が止めに行きます。しかしサンターナ君、このブロックをものともせず突進していきます。さあ今度は日本ジュニア、松山君と相田君がいった。さあここは黙ってサッカーサイボーグカルロス・サンターナ君の動きに注目しましょう。ボールコントロール、パワー、そして状況判断能力、何をとっても素晴らしいプレーヤーカルロス・サンターナ君。さあサンターナ君シュートに行く。今度の体勢もドライブシュートだ。あっと翼君がサイドからシュートブロック。止めた。翼君の執念のシュートブロック。俺は勝つ。サッカーサイボーグに負けはない。しかしサンターナ君、翼君のブロックをはりのけた。そしてシュート。おっと美杉君が飛んだ。日本ジュニアすまじい執念のシュートブロック。しかしそれでもサンターナ君のシュートは日本ゴールへ向かっていく。さあ若林君、今度は反応できるか。今度は俺の番だ。さあドライブシュートが日本ゴールめげて押してくる。若林君ジャンプ止めるか。若林どうや。突破。取りました。なんと片手を伸ばしてのワンハンドキャッチ。さすが若林君。前半では南米ジュニアの選手権サンターナ君のドライブシュートでゴールを許したものの、やはり日本の誇るスーパーゴールキーパー、今度は見事期待に応えてくれました。そうじゃない、みんなのおかげでドライブシュートの威力は半減していたぜ。今のゴールはみんなで守りきったんだ。やるな。どうしてだ。なぜだ。なぜ奴らには俺のサッカーが通じないんだ。サンターナ、一言言っておかなければならないことがある。翼はお前にないものを持っている。テクニックではない何かを、そしてそれが明日の試合の明暗を分けるかもしれん。
翼にあって俺にないもの、それは何なんだ？ロベルト、教えてくれ。さあこのゲーム後半も20分を過ぎ、いよいよ終盤に差し掛かってきました。得点は依然として1対1の同点。両チームともなんとか追加点の欲しいところです。サンターナのあんな顔初めて見るぜ。何があっても表情一つ変えなかったのに。両チーム中盤での実に見応えのある攻防が続きます。さあボールは三崎君から翼君へ。素晴らしいコンビネーションプレー。翼君、ここはどういったゲームメイクをするか。ヒューガ君、おわっとヒューガ君を送った。それに行った。そして新田君へ。友達を頼んだぜ。友達、ボールは友達。それにしてもこいつら楽しそうにサッカーやってるよな。そんなこと言ってる場合か。ボールを奪うんだ。そしてサンターナに送るんだ。若林からゴールを奪えるのはサンターナしかいない。サンターナにボールを。俺たちは勝てるのはそれしかないんだ。ボールは友達、そしてサッカーは11人みんなでやるもの。サッカーは11人みんなでやるもの。ボールを奪うんだ。サンターナにボールを送れ。よし。さあ日本ジュニア、この辺で翼君、美咲君のゴールデンコンビになんとかつなぎ逆転へのチャンスをつかみたいところです。美咲さん。おっとこれはサンターナ君パスカットうまい。しまった。サンターナ君、この澤田君から美咲君へのパスコースを読んでいました。サンターナ。そしてそのままドリブルで上がっていきます。この後追うのは美咲君だ。これは美咲君とサンターナ君、テクニシャン同士の戦いになってきました。おっとこれはうまい。サンターナ君、美咲君をかわした。戻れみんな。また1対1の勝負をするつもりか。さあこのままシュートに乗っていくかサンターナ君。よし、ビクトリーノ、俺の両ウィングへ。さあ日本ジュニアは慈瞳君と相田君がブロックに行っている。おっとシュートを打たない。パスに切り替えた。頼むぞディアス。みんなもチャンスがあったらいつでもシュートを狙ってけ。しかし俺たちのシュートじゃ若林には通じないぜ。南米にとって鉄壁のゴールなどあってたまるか。もしあったとしてもそんなものを俺たちみんなでぶち破るまでだ。サンターナ、お前。サンターナ、ぼやぼやすんな。よし行くぜ。さあ終盤にしてサンターナ君を中心にまとまってきました南米ジュニア。しかしチームプレー、コンビネーションプレーなら負けてはいません日本ジュニア。中盤での両イレブン必死の攻防が続きます。ようやく気づいたようだなサンターナ。サッカーはチームプレー。お前は南米ジュニアのミッドフィルダー、チームの要なんだ。これで日本ジュニアとは互角、いやそれ以上になった。ロベルト、あんたが俺に教えたがっていたことが分かったぜ。翼と俺を戦わせたがっていた意味も。俺は今本当に試合に勝ちたい。俺自身のためだけではなく仲間たちのためにも。俺たちみんなの夢、ワールドカップ優勝のためにもこの試合勝ってみせる。サンターナにボールを送るんだ。そうはさせるか。おっと宮君と松山君がジャンプしてぶつかった。松山君。さあボールは日本か南米か。サンターナ。
俺たちの代わりにこれで決めてくれ。東君渾身の力を込めてサンターナ君にパスを送った。頼むぞサンターナ。みんなの気持ち無駄にはしない。しかしさすが翼君、サンターナ君へのこのパスコースきっちりと読んでいます。またも両者の一騎打ち。世界一は南米だ。俺たちは絶対に負けない。ロベルトを見せてくれ。さあ翼君試練のセービングバック。サンターナ君たまらず飛んだ。ボールがこぼれた。しかしこれを翼君がフォローキープ。さあここはどう攻めていくか日本ジュニア。コントロールタワー大空翼君。美咲君へ。よし。ミセ君ノートラップでミセ君へ。そう守ってくれみんな。さあボールはミサキ君にきれいに通りました。日本ジュニア逆転のチャンス。残り時間はあと1分、いやあと1分を切っています。ミサキ君相手ディフェンダーをどんどん抜いていきます。翼君は後方。残された時間でゴールを決められるシュートを打てるのはさあボールはミサキ君では日向君へ。そいつにシュートを打たすな。さあ出るかタイガーショット。おっとしかし南米ジュニアタイガーショット、そしての完璧なディフェンス。みんなここは守りきるぞ。これではいくら日向君のタイガーショットをもってしても無理でしょう。翼おっと日向君ボールを打たれた。そして体を反転して後ろ向き。翼おっとなんと日向君後ろ向きでボレータイガーショット。そういうことか。これは翼君へのラストラン。俺たちのウィニングショット。ウィニングショット。ゴンザレス。さあ翼君のドライブシュートは大空に鋭い弧を描き南米ゴールに向かって押していく。ゴンザレス君ジャンプパンチングはじいた。おっとワンバウンドしてゴール決まった。2対1日本ジュニア逆転。おっとここで試合終了のホイッスル。日向君のタイガーショットの反動を利用した翼君のドライブシュート。まさしくタイガードライブシュートの炸裂で日本ジュニアついにジュニアワールドカップを制覇しました。よくやったな。おめでとう翼。ロベルト。ロベルト目は。ああ大丈夫だ。翼のプレー最初から最後まで見せてもらったよ。見事なプレー、そして見事なキャプテンぶりだった。それを教えてくれたのはロベルトだよ。翼今日の試合では君から教わったよ。サッカーの楽しさをありがとう。サンターナ。今日俺は負けた。でも全てが終わったわけじゃない。翼に負けないようブラジルへ戻ったらまたサッカーを教えてくれロベルト。俺にもまた教えてよ。翼。
俺は中学を卒業したらブラジルへ行くことに決めているんだ。来るか翼。青い空いっぱいに